こんにちは。今まで私はこのチャンネルでミス・ディレイ先生のベーシックスについて何回かに分けてお話ししてきました。この表なんですけれども、左手についてはアーティキュレーション、シフティング、ビブラート。右手についてはレガートやトーンコントロール、エクササイズ、マルテレ、デタシェ、バウンシングなど7つの項目があります。先生はもし1日に5時間練習すると仮定してこの表を作られたわけなんですけれども、この各項目8分ずつするようにって先生はおっしゃってます。私は学生の頃にこの8分やるっていうのはただの目安として書いてるんだろうと思ったんですけども、今よく考えてみるとそうではなくて、先生はすごくよく考えこの表を作られているような気がします。先生はよく Don't get stuck、 同じところに止まってないで、ともかく先に進むこと。例えばコンチェルトなんかでもたくさんのコンチェルトをこなすために、完璧にできてなくてもまた戻って勉強するときに、3回目に戻って勉強するときに弾けるようになるよって先生よくおっしゃってたんですけど、そういうことでこのベーシックスもこの8分っていうところに結構先生のお考えがあると思います。ただこの表を見ていつも思ってたんですけど、私も含めてですけども、今バイオリンを練習していらっしゃる皆様も1時間ベーシックスに時間をかけられる方っていうのは何人いらっしゃるかなと思います。私の場合なんかも、例えばベーシックが必要だからってやり始めると、例えば1時間とか音階もきちっとってやると、結局のところあんまり曲まで時間がなくて行き着かなかったり、そういうことが起こってきます。それなので私は今日は先生のこのベーシックスの考え方をもとに15分でウォームアップとして何ができるかということについてお話ししてみたいと思います。私が学生の頃は絶対そんなものは使わないと思ってて、最近とっても役に立っているものがあります。それはタイマーです。これはキッチンタイマーなんですけれども、これもしばらく使ってましたけども、最近私はインターバルトレーニング、これですね。インターバルトレーニングのアプリケーションといっぱいありますから、これじゃなくてもいいんですけども、これをすごく有効に使うことが、そのディレイ先生の Don't get stuck、 同じところにとどまってないっていうことにすごく役に立つと思います。例えばこの15分のウォームアップでも5分、インターバルトレーニングですからセットができますから、5分30秒とか20秒休み、5分20秒休み、5分、これで15分、16分と30秒になるかもしれないですけど、そういうふうにセットしといて、これの今のベーシックスの表の中から今日はこれとこれとこれをやるとか、そういう感じにこうやって15分やるだけでもすごく効果があると思います。この表を見ていただいたら分かりますけど、人間っていうのはすっごくいっぱい物事があるとそれに圧倒されて結局は何もやらないっていうことが起こってきますから、そうするとこれはベーシック必要だからやらなくちゃいけないんだけどって思ってるうちにそのままほったらかしてとかいうことになりかねないですから、それじゃなくて毎日少しずつ、その前にデュオリンゴの話をしたと思うんですけどみたいに少しずつ割とまんべんなくやっていくっていうことが大切なんじゃないかと思います。だからさっき私がディレイ先生が8分ずつアーティクレーション8分、シフティング8分、ビブラート8分ってやってらっしゃるのはすごく考えがやってただの目安で書いてあるんじゃないんだっていうことをこの頃すごく納得してます。それで私自身、例えば音階バーバラ・バーバーの私が前に推薦した、もちろんカール・フレッシュ持ってらっしゃる方はそれでいいし、ガラミアもいいんですけど、これとの2ページに一つのキーが出てるんで、割とこうカール・フレッシュがちゃんとできるような根気強い人はいいんですけど、私みたいなあんまりこらえ性のない人にはやっぱりこう割と簡単でできるっていう感じの方がいいんですね。その意味において私はこの本はいつもカール・フレッシュだともうこれだけやらなきゃいけないのかといつも思ってましたから、それよりはバーバーの方が続くっていうことがあります。それで思ったんですけど、これで例えばインターバルトレーニングをこれディレイセンスのガラミアみたいにだんだん
タティ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 タタタティティティってスピードを上げていくっていうのをやったりしますけど、それで例えば3分とか3分ずつ3分ずつっていうと、自分でこのタイマーが鳴ってピッって言ったら、自分の集中が他のことを考えていたとかいうことを気づくことが結構あるんです。今の世の中、ソーシャルメディアとか、それからどんどん集中力がアテンションをこうつないでる時間っていうのが人間が短くなっているそうなんで、そんなこともあってなのか、私はそのタイマーが同じとこをぐるぐるこうループして練習してるんだなっていうことに気づくことがあります。だからこの音階なんかでもかけといて、このぐらいまで来てピッとなったら、あれ私今何のためにこれ弾いてたんだっけって、ある程度もう音階とか慣れてくると少しこう自動的にやっているところがありますから、そういうことでタイマーっていうのはすごく気づかされるところがあります。それでは今日の本題のこのベーシックスの項目の中からどのような組み合わせをして15分を作ることができるかを考えてみたいと思います。まずビブラートなんですけど、私は必ずしもこの15分の中に加えなくてもいいと思っています。ビブラートだけはちょっと例外として毎日やってもいいかもしれません。先日 UD メニュー員がビブラートについて面白いことを語っているビデオっていうのをちょっと見たんですけど、こうマットレスみたいなのに横になってわーっていっぱいこうブラ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 みたいに動かして何をやってるんだろうと見たら、次の瞬間はこうビブラートすごくリラックスして床に寝てたのと同じぐらいの感じでやるんだっておっしゃってたんですよね。まあそういうこともあるので、ビブラートを例えば朝練習なさる方は体が硬い場合もありますから、ある程度ビブラートでこの関節なんかを緩めて、そのビブラートの時でも言ったと思いますけど、ゆっくりっていうのはこれは全然音楽になってなくて、もうウィーになってますから、ってなってるのをこうルームメイトのちょっと嫌がらせるために朝にやってくださいみたいなことを私は冗談で言ってたと思うんですけど、そんな感じでもいいとは思います。ビブラートそのものっていうよりも関節を柔らかくするための運動として毎日少し行うということは大きな意味があると思います。ビブラートでなくても例えば少しこうちょっとしたこう首を回すとか、それからちょっと肩をやるとか、もうほんのに1分も経たないぐらいやってからっていうのもいいかもしれません。私の両親は音楽家でなくて、戦時中に育ったですから楽譜も読めなくて、それでも母がちょっと面白いこと言ってたんですね。音楽っていうのはやっぱり音を楽しむって書くから、音が良くなければダメでしょって言うんですよね。なので私はあんまり音楽っていうのはミュージックそのままで、あんまりそんなこと考えたことなかったんですけど、やっぱりそれは合ってると思います。それなんで今日はこの15分のウォームアップ、これをシリーズとしていくつかを取り上げていきますけれども、まず音についてが必要だと思います。今日は最初ですからビブラートも一応取り上げてみます。それで音を例えば歌手の人はみんなよく、今の校舎は違うんですけど、昔の古い校舎の時歌手の先生が私の前だったんですね。それでそんなに防音も今ほど良くなくて、いつも前の教室から自分の教室に音が漏れてくるんですね。タタートンドーとかいう、歌手独特のウォームアップが出てくるんだけど、また始まったななんて思って聞いてたんですけど、バイオリンでその音をまずウォームアップするっていう人はちょっと逆に少ないかもしれないなと、その時も思いました。だから今日は、慣れていらしたらビブラートは手を柔らかくするために後で毎日付け加えてもいいですし、それとトーンコントロールエクササイズ、これは前に私が説明したようにプレッシャーエクササイズ、圧力、サウンディングポイント、その弓がコマと芝の間のどこに当たってるか、それからスピード、
速さ、棒の速さのどれかを選んでいただいていいと思います。それからやっぱり右手と左手一つずつ選んできた方がいいので、シフティングを今日はやりたいと思います。それではこの第1回はビブラート、それからトーンコントロールエクササイズの一つから、それからシフティングについてやってみます。ただこの5分でやりますと、このビデオだと見てらっしゃる方はとっても退屈してしまうので、一応3分ということでやってみます。3分のインターバルトレーニングでやってみたいと思います。ごめんなさい、さっきからインターバルトレーニングって言ってますけど、インターバルタイマーです。インターバルタイマーでやってみようと思います。まずビブラート、最初の時は良くなったらいいんですけど、この3ポジションなんだけれども、普通3ポジションってここつきませんけれども、ついてやって4でもいいですけど、どちらかでやってみましょう。上手になってくれば第1ポジションでもどこのポジションでもいいんですけども、これの今はここでやってみましょう。今日は3のポジションのデイ線でやってみたいと思います。一応60、前も言ったようにダー、それから下がる、半音下がる。今度は3の指でいきます。4の指は初めのうちは3を置いといていいです。このようにしなくても大丈夫です。3にやってもらって4がくっついていくぐらいで。それでなるべくもちろんこの指がこっちに来るようの方向にっていうのを前にも言いましたけど、他にもここの辺も柔らかくしてください。3分ですから、5分の場合にはもうちょっと、例えばもっと早いのもできるかもしれません。それで私は今20秒の休憩を入れてるんですけども、その時は例えば窓の外を眺めるとか、ちょっと違うことをやってもいいですし、例えば次の準備なんかもありますから。はい、またタイマー始まりましたから、次はトーンコントロールエクササイズです。一番大切なのはプレッシャーとスピードとサウンディングポイント。このプレッシャーっていうのはこの腕からここまでが四角の時は押さなくても引かなくてもいい状態ですけど、先まではちょっと軽いですから、少し自分の腕の重みを足していくことが必要ですし、ここはこの前お話ししたみたいに少し弓が少しプロネートしますから、重いと言ってもそれで元まで来ることができます。一応メトロノーム使ってみましょう。使わなくてもいいですけど。
で今度は4回いきます。シンガーが鳴ってるみたいに音がこれを他の弦でも時間が5分ですからできると思います。日によってはスピードの場合はそんなに例えば10回も押すとかそういうことはできませんから、割と短く出来上がってしまうので、スピードのエクササイズと例えばサウンディングポイントのエクササイズなんかもつなげられるといいと思います。はい、次はシフティングですね。シフティングはヨーストのシフティングとセブシックの本を前ご紹介しましたけども、今日はヨースト、同じようなのが3度、4度、5度、6度、7度ってあるんですけど、オクターブでやってみたいと思います。なるべく浮かしてこれをくっついたままじゃなくて、これを少し浮かしただこれを取っちゃうんじゃなくて、浮かして4から4、4から3、それでエアプレイ飛行機が入ってくるみたいに、この間というのは全然問題ないんです。問題は最後のとこです。人が聞く前にだから最後の方はとても指に神経を今のは行き過ぎですね。なるべくスムースな感じで、今のはダメです。腕を先に持っていて、
けで今の例は3分20秒3分20秒だったんですけど、私のおすすめは5分30秒休憩、5分30秒休憩、5分、それの15分のウォームアップをやってみられるのがいいと思います。それで実際に慣れてきて、このインターバルタイマーに慣れてきて使うと、いかに私自身のことなんですけど、いかに自分の集中力がこう2分ぐらいからでピンとなった時に全然違うこと考えてたみたいなことも時々ありますから、そういう訓練のために絶対にこの次の2分は集中するぞとか、そういう感じの訓練にもタイマーっていうのを使ってみられてはいかがでしょうか。次回は違うコンビネーションの15分ウォームアップをやってみたいと思います。前にお話ししたいろんなのの復習にもなりますし、それに中にはちょっと違う、例えばアーティキュレーションエクササイズなどは一番最初のウォームアップにはあんまりやってほしくないので、その組み合わせっていうこともちょっとお話ししてみたいと思います。杉並交換